こんにちは、こんばんは。本日もよろしくお願いします。イノポンです。こんにちは。ご無沙汰しています。本日はフォームのお話なんですが、まず一番大事な無理のない自然のままで構えるフォームの形をお話ししていきます。自然体のフォームが大事なのです。ってなりますよね。どういうこと？そういうわけで、とりあえず、つくみちゃん、お出番です。はい、そのまま歩いてみてください。はい、そうです。人間は歩く時の右手、左手は自然に歩いた時の動きになっています。肩幅に合わせて楽に前にまっすぐに近い状態で歩いています。見てもらっている通りです。わかりますよね。じゃあ、つくみちゃん、走ってみてちょうだい。あれ？さっきとは違いますよね。右手も左手も少し脇が空いて、少し内側に入って動いています。これが自然体のビリヤードフォームに近い動きにあたります。腕の振り方の一部になります。人それぞれなんですが、走るときに外側に向いて走る人いませんよね。ちょっとおかしいですよね。極端に内側にする人もいないと思いますが、稀にいるかもしれないな。では、これを踏まえて人それぞれのフォーム作りをしていきます。では、よくわかるアナさん、よろしくお願いします。左手についてお話しします。ブリッジは日本本来のやり方と、フィリピンブリッジというものがあります。昔のことで、17年ほど前に、日本にどなたが持ってきたのか、誰がしていたかは不明ですが、日本に伝わってきて、B 級の方がそのブリッジをすることで、A 級の扉を開くに、好都合なブリッジとなりました。今まで上がれなかった方の A 級の扉を開いていったのです。私もその一人でした。理にかなった組み方でしたので、急抜けが良く、滑るのでやりやすかったです。それが、こういう風な形になります。ただし、指が少し長くないとやりにくいです。人差し指が8センチメートルはないと、ちょっとできにくいです。それ以下の方はフィリピンブリッジは、やりにくいので、後ほど日本古来のやり方プラス、イノポン方式でお話しします。フィリピンブリッジは、球を滑らせ固定するのには非常によく、人差し指で中指を押さえることで固定も十分なのですが、方向性には少し疑問がありました。球は滑っていい感じなのですが、方向性がつかめないんです。それをもっと固定、もっと方向性がある。私の推奨するのは、イノポンブリッジです。私の考案したブリッジです。フィリピンブリッジを改良したものになります。もし機械が左手ならば球は、外さないであろう。そう考え、なぜ、機械は球も飛ばないし、絶対的ネクストが取れるのだろうか。疑問が多かったのを消去法から考えた3点式イノポンブリッジです。使い方は、中節骨、気節骨、小皮歯形骨を使い、押さえの力が入っているのは中節骨ではなく、気節骨の中間より少し下の部分です。ですので、3点方式で、押さえることになります。やり方は、フィリピンブリッジの形から縦に使うことで、球が触れている面積を多くする。当たっているすべての骨を使うことです。人間は、一箇所だけでは方向性がわかりにくいです。神経は過敏なのですが、球を一箇所で擦ると方向性がわかりません。どっち向いてるのって疑問になるのですが、3箇所が当たれば、この方向に向いているってわかるんです。10で言えば3箇所を重心の役目を果たすことができる形にするのです。ここが大事。人差し指の指先で中指の中節骨を押さえて中指が動かないようにする。押さえつけ、圧をかけます。その時人差し指は、への反対みたいな形です。
他の指、小指、薬指の間隔は空けます。安定度が高くなるからです。親指は上下に動くので、手玉のつく動点によって上げ下げできます。ここで重要視する点は、人差し指の方向です。できるだけ縦に使いましょう。縦に使うことで、根元の小皮脂頸骨の部分に球が当たり、方向性が、さらに、わかりやすくなります。一点のフィリピンブリッジは、方向性が悪かったのを補えるのが、イノポンブリッジなのです。では締め付け具合なんですが、締め付けすぎると球が動かない。ですよね。ここが問題なんです。親指は添えるだけで、力は入れないでください。その侵入角度に沿わすような感じです。力が入っているとすべて、腕から肩まで全体に力が入っちゃいます。人差し指だけです。押さえつけるのは、加減ってどのくらいかと言いますと、その角度が手玉に当たった瞬間にはしっかりと固定されていなくてはいけないです。締め付け具合のポイントは、球先30センチメートルで、ストロークする左手を作り、作ったまま左手だけで、球を持ち上げます。もちろん右手は、バット部分を持ってです。では直立不動します。台から少し離れます。この時、右手は、バット部分から手を離します。少しずつ右手は力を抜きます。落としてはダメです。落ちるやんってなりますよね。その時に左手を締めます。落ちない程度です。落ちたら緩いです。球をブリッジした形で持つ加減です。ここ大事。手袋をした状態で落ちないことです。汗で落ちないのは加減が違ってくるので、指手袋でも構いません。布でもいいですが、それで落ちるようならもう少し締めましょう。これが、これから球を利かす、球を切るための左手なのです。少し窮屈ですが、結果に反映されることなので、必ずそのくらいは締めましょう。球をついた瞬間は、さらにほんの少し締める感じで球は効いてくれます。この気持ちだけを表現するのは難しいですが、球が言うことを聞くようになっていきます。結果が出てくるのでわかりやすいです。手玉が先玉に当たった瞬間を観察すればわかります。自分の思い通りの同点の動きになります。緩んだブリッジで球を強くつくと球負けしますが、きちんと締めることで、その球の特性を活かせることにもつながるのです。ここは大事なポイントです。オープンブリッジをお話しします。これは、球出しに関わるすべてに共通する、大変大事なことです。大事なポイントの一つです。5本の指を広げて打者に置きます。指は開いたまま、親指以外の MIP 関節を上に引き上げます。この時、指と手の小指球は、打者についたままです。小指球、母指球は、ついたままです。では、次に、親指を、人差し指の季節骨に沿わせて、V のような形を作ります。ここからが大事なのです。今作った形では、一箇所だけで球を支えることになるので、方向性がつかめないのです。方向性を見るためには、以前お話しした通り3点で確認することが大事。と言いましたが、オープンブリッジでは3箇所はないですよね。ここは2点方式に変えます。手首を右に返すことで、V が Y の状態になり、溝が出てきました。人差し指の MP 関節が少しへこんだところと、親指と人差し指の付け根部分の2箇所を使うのです。図で見てもらうとわかりやすいです。2箇所が球に当たります。その溝を、はわすように、ストロークします。というに、水が流れるごとく、上げ下げはしてはいけないので、ストロークはもちろん、前へ、下へ、前へ、下へです。右手で調整します。そして、右手は、
もちろん球を押さえつけるのです。押さえる加減は球の重みです。球の重みって、なんだってことですが、後ほどお話しします。本日はご視聴くださりありがとうございます。ああ、なるほど。思った方はいいね。チャンネル登録、よろしくお願いします。まだまだ球を知っていただくために、いろんなテクニックやコツをお話ししていきますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。次回では、突くための基本です。球の重みと安定した右手の使い方について説明させていただきます。